この冬場とかは温めたいので、なるほど。ジンジャー、ターメリックからクルクミンを摂取したいときに、黒胡椒を外して外して、なるほど。外して。ああ、美味しいね。美味しいね。美味しい。よかった。いや、本当美味しい。お。それはこれシナモン。これカシアシナモン。カシアシナモン。シナモン、セイロンシナモンとカシアがあって、ほとんどこのカシアなんですよ。だからシナモン、シナモンですね。ちょっと匂い嗅がさせてもらっていい？ああ、素敵ないい匂い。でこれカルダモン。でこれがクローブ、よく使うスパイス。でこれがチャイマサラ。最後大事なやつ。これ野口くんの。そうです、私のブレンドです。かの有名な。でこれがマサラチャイですね。紅茶の茶葉入りの、あとシナモンとかカルダモン、クローブ。これももうミックスされてこるんですね。れもミックスでオールインワンになってるんですよ。今日はこれは黒糖。ほうほうほう黒糖使います。甘みがね結構強くつくしね、ミネラルも豊富らしいですよ。これいいですね。ミントもねあるんですけど、リラックス効果とか。生ミントですね。生ですね。写真も撮っとこうかな。今日はアッサムティーで作る。アッサムティーで。ターメリックからクルクミンを摂取したいときに、黒胡椒を入れることで、ピペリンが作用して20倍もう効能が得られるようになるんですよ。黒胡椒は少し入れとくとすごいお得なんですよ。水から煮出します。最初に茶葉を。じゃあ日本の紅茶とは違いますね。そうですね。お湯から入れるんじゃなくて。茶葉ね、アッサムの CTC 加工。丸くこう丸いタイプなんですね。ほう。これもちょっとそれ出しとく。こういう感じの CTC 加工。CTC がね、カットティア、カールっつって、おお、なるほど。ちぎって引き裂いて、で丸めるって発酵させてるんですけど、このように味が濃く出るんですよね。この CTC 加工で。でチャイに向いてるんですよ。でインドのチャイはほとんどこの CTC 加工のチャイ。入れます。量は目分量みたいな。表面にさっとこう全部出るぐらいな感じですかね。少しこう隙間が出るぐらい、鍋に対して。でこれちょっと煮立たしていくうちにちょっとこうドライジンジャーですね。ジンジャースライス1つでシナモン1本で、本当はね叩いたりしてもいいんですけど、少しでちょっと剥いて、これを一粒。それは何ですか？グリーンカルダモンですね。カルダモンを剥いて一粒でクローブちょっとこう潰すような感じで潰して入れる。でこれでちょっと煮立たせます。あとね、少し煮立ったところで胡椒も入れます。これミルで引くような感じ。これ見るようにね、少し。本当にちょっと4回転ぐらいですかね。1、2、3、4と4回転で、このぐらい煮立ってきたところでグツグツってなってますね。ああ、すごい。煮立ってるところで少しずつ火をちょっと弱く。煮立ったら火を弱くする。中火ぐらいですね。でこれで少し時間かけます。でその間に砂糖。お好みで、お好みでいいですけど、このぐらいちょっと少し甘くぐらいですかね。けどチャイはもう本当甘すぎてもいいね。いいです。いい匂いしてきた。ね、しっかりとこう。野口君、これ豆乳でやる人もいるの？います。たまに僕もやりますよ。もう全然買えます。
スパイそうするとスもね変えますよ。牛乳と豆乳ちょっとで。二日酔いの時は例えばターメリック入れたりとかはあ、なるほど。やりますね。最近二日酔いも減りましたけどね。あんま飲まなくなりましたけどね。ね、だんだん健康にね。けど朝のチャイは必ず。朝はやりますね。でこのぐらいまで結構グツグツと。そうしたらスパイスからやっぱ成分出てくるんですよね。煮込みがやっぱ多くしないとダメです。すごい。匂いがすごいしてきた。ね、香りが結構、こんなにグツグツさせるんだね。うおよく煮込んでね。本当にアッサム。そう、アッサム匂いです。アッサムですね。いい匂い。牛乳は水よりも多め。3対2で。なるほど。 3が牛乳、2が水ぐらい。ちょっと多めですね。多め。ぐつぐつ煮立ってちょっとしたら牛乳入れる。そうね。2分ぐらい煮立たしたいですね。煮立たせて2分したら牛乳を入れる。頭でちょっとこうね、上から空気を入れるようなるほど。めちゃめちゃ高い位置からやらなくていいの？な。汚れちゃうね。汚してもいいよ。本当ですか。あれはその高いところからのあれは南インド式なんだ。あれ南インドで器でありますね。あれはこれ乳化させてんですよね。乳化なんていうんですかね、牛乳と水をうまく、混ざり合うように空気も入れて、でマイルドなんですよ、乳化すると全体が。で沸騰もさせるんですよね、この状態で。沸騰もさせてなんかうまくマイルドで飲めるように。沸騰してきますね。その時にお見せしますね。これ砂糖以外に例えば蜂蜜とかいいと思います。大丈夫です、大丈夫です。何でも甘みは好きでいいですか？何でもいいです。天才糖とかよく使いますね。よく使います。でもうちょっと強いでミネラルとかこうなんですか、味を濃くしたい場合はこの黒糖を入れたりとか、普通の砂糖でも全然それは家にある砂糖でいいと思います。インドでは普通の砂糖？普通の砂糖多いですね。そうですね。よく見るのはね、ああいう露店なんかでやってるのを見るとやっぱ普通の砂糖とかよく見ますよね。いやいいね。あれですよ、露店によって違ったりするんですよ。スパイス入れるスパイスとか。だから手前のお店はシナモン強めとか。奥のお店はジンジャー強めとか。なるほど。だから好みがあるから自分の好みの行くんですよね、お店に。会社に通ってた時に、その向こうの取引先の会社に行ってた時にやっぱ持ってくるチャイ屋さんがあって、それがすごい美味しかったんですよ。だからそれでまた行った時とかね、じゃあいつものチャイでっていうようなのがありますよね。なるほど。そしたらチャイボーイみたいなのがそのお店の持ってくんですよ。チャイボーイ、チャイボーイがいいね。いいな。子供みたいな、本当チャイボーイなんですよ。野口君は何が強めが好きとかってある？そうですね、私ねはそうですね、シナモン好きですかね。シナモンね。俺も香りはすごい。だけどやっぱこうこの季節とかこの冬場とかは温めたいので、なるほど。ジンジャーは入れたいですよね、温める体を。ジンジャー、シナモンは日本人にとってもすごく馴染みがねある香り。そうそう。でジンジャー結構意外に人気ありますよ。やっぱちょっと辛かったりもするんですけど人気はあると思いますよ。だからジンジャー入れたいの、ちょっと寒いなとか今日冷えてるなとかいう時はジンジャーをね、なるほど、ちょっと多めに入れたりとかするといいんじゃないでしょうかね。はい。いい映像でらしくなりました。今日シナモンがスティックじゃないですか。でジンジャーもスライスだけど、これ例えばパウダーだったりとか、あとジンジャーだったら生のとか、すりおろしたのとかが手に入りやすいかなと思うんだけど。そうですね。パウダーでも全然
パウダーの方がまた良かったりする部分もありますので、ちょっとこれを見てもらってます。これを沸騰してます。沸騰してきます。を沸騰させて、ギリギリまで沸騰させて、で外して、なるほど。外して、でもう一回ぐらいちょっとおまけにもう一回ぐらいさせると、そうよくこうマイルドになるんですよね。これで味わいがちょっと深くなるし。ちょっとね、ちょっと強くする。ちょっと弱くしながらだんだんじわじわと。そうですね。うわーって盛り上がってくると。この状態で少しこう煮込んでスパイスの香りも最後に出してっていうところですね。結構長く煮るんですね。そうですね。ちょっとね、やっぱね、スパイスの香り成分を抽出するっていうのはポイントでもあるので、やっぱ長くやってで香りも良くなるんですよね。でも本当になんかミルクの匂いもすごいしてきました。してきた。さっきは紅茶のね、紅茶の香りだったけど、変わった。ミルクの匂いに変わってきました。本当だ、すごい変わったね。絶対もう美味しい匂い。すげえな。これは間違いないね。間違いない。おかわりもありそうなんで。茶こしでこして入れて。この辺はだけど本場の人より野口くんの方が上手なんじゃないの？ねえ、もうお店開ける。商品売ってますからね。そうだよね。宣伝しておきます。いやだけど素晴らしい。はい。でちょっと熱いので。いや。さっきのでこれ一杯ずつぐらい。もう今おかわりはないぐらい。おかわりあります。あるか。2杯ずつ。2杯ずつ。へえ。お水どれぐらいだったっけ？まあ180ぐらい。200ないぐらいか。で牛乳240とか。いやー美味しそう。ありがとうございます。野口くんお疲れ様です。ありがとうございました。いただいて飲みたいです。飲みたい。まだ熱いね。熱い。いける。なるほど。美味しい。だけどあれだけお砂糖入れてもまだまだ甘くてもいいぐらいな感じだね。そうですね。甘さはねちょっと控えめで足します？いや大丈夫。本当？お菓子持ってくる？お菓子と食べる？これで堪能する？とりあえずこれで堪能してもらって2杯目がねお菓子とかでも。いただきます。美味しいね。美味しい。よかった。いや本当美味しい。でもスパイスを結構しっかり入れても大丈夫なんですね。そうですね。そうですね。なんか紛れちゃうというか。そう、胡椒とかがどうなのかなと思ったけど、別にしょっぱくないし。胡椒は大丈夫ですね。シナモンも生姜もね。だから2杯目の方がもしかして今置いてるんで濃くなるかもしれないね。2杯目も飲もう。なるほど。置いておけば置くほどいいので。どのくらい、例えば明日飲んでもいいものですか？だけど牛乳がね、まあ冷蔵庫入れて、冷蔵庫入れて、沸かし直してもいいんですか？ぬるくなる。全然いいんじゃないですか。今日スパイス5個ぐらい使ってましたよね。シナモン、なんでしょう、覚えてます？待ってね。胡椒、黒胡椒、生姜、カルダモン、クローブ。そう。さすがです。さすが。この5個は結構必須というか、もうベーシックに入ってるものですか？いや僕のベーシックかもしれないですね。だからカルダモン、クローブ、シナモンだけの人は結構多いですよね。生姜と胡椒は。だから生姜も入れて、生姜とカルダモンとか。普通の家庭で作ろうと思ったら、生姜と胡椒だけでとりあえずやってみようとかもありじゃないですか。全然大丈夫だと思いますよ。生姜と胡椒だけでもいいし、別に生しかなかったら生すりおろして入れてもいいし。じゃあ結構なんというか自由なんですね、チャイって。いや自由ですね。
なんかもうこのスパイスでって決まってるのかと思ってたけど、ね、分量も目分量でだいたい水対牛乳が2対3ぐらいって作ってたし、ね、時間も別に沸騰したらだいたいもうちょっとでとかって感じ。そうですね。よく煮出すっていうのはよく煮出す。そこがポイントね。ポイントか。最初の水の時点でもよく煮出す。牛乳時点もまたね、そこからさせて火を止めるまで結構もうギリギリまで。この作業を毎朝はそうです。すごい。日課うちでは僕だけじゃなくてもね、家族みんな作ります。すごい。すごい。先生はやらないですか。この間今日作り方を覚えてやろうと思ってました。私は豆乳でやると思うんだけど。牛乳飲まない？牛乳普段は飲まなくて。あ、そうなんですね。で気になってるのは、豆乳って沸騰させると分離しちゃうというか、なんかぐちょぐちょしちゃうことがあるんですけど、大丈夫なのかな。なんでだろうね。でも多分水とスパイスだけだったら大丈夫なのかも。大丈夫だと思いますよ。うちも豆乳でやる時あるけど、あんま分離はしないです。大丈夫です。じゃあとアーモンドとかね、アーモンドドリンクとかあるじゃないですか。よく最近じゃコンビニアーモンドミルクみたいな、ああいうのもいいし、好きなもので全然。なるほど。自由だ。自由だ。ね。伊勢君一気飲みしたね。ちょっと入れます。美味しいから。なんか飲みやすい。すごい飲みやすいです。じゃあ砂糖ちょっと入れます。じゃあお願いします。甘々で。やりましょう。ありがとう。野口君にいただく。すごい贅沢。すみません、お使い立てして。プロの方を。ちょっと甘いでしょ。甘くなったし、さっきよりなんかこうスパイスが効いてるイメージがあるよ。やっぱ時間置いたからね。伊勢君髪切ったね。切ったそうだからすごい爽やか。もう本当にあれ俺の友達にね1回目を見せてみんななんか 2,3 人汚いってなんかもっとちゃんと身だしなみした方がいいよってなんか言われてはぁみたいな。今日だってなんかそうだからなんかこうコーディロイ履いちゃってなんか爽やかな感じ。それでなんか雰囲気が今日は違うな。ひげもないなと思ったんですよ。ありがとうございます。どうぞ。これでちょうど今終わりました。僕はいつも頼んで大丈夫なんですけど、大体そのぐらいの分量なんです。なるほど。器がちっちゃいからね。大体2杯分ぐらい。この器はこれはインドの器なの？これインドでなんだっけかな、なんかで日本かもしれない。へえ、けどすごいねこれ。すごい。インドを感じる。ありがとうごめんね。なんとかなんないの。もうどこ行っても言われる。みんな厳しい。いや厳しい。ロックステディクルーだからしょうがない。そうしょうがない。まだそのくだりだけど、そうねゲット育ちだからしょうがない本当に。もう綺麗にしてても普通の汚い人ぐらいの感じ。今日もこんな怪我して、もうどうしようもない。かわいそうに。どうやって直していくんですかその怪我どうしたんですかそれ？これ怪我は自転車通勤で自転車乗ってるんだけど、三宿の世田谷公園が結構太めの道なんだけど、もともと結構スピードを出してる方なんで、さらに加速して赤信号渡るぞと思って立ちこぎしようとしたらなんかギアがもう古い自転車だからガチャンってなんかなっちゃってでヨロヨロしてでおーっつってなんかもう顔とこっち側からバババババってこう顔なら大丈夫でよかった。顔もまあちょこっとねなんかちょこちょこ傷あるんだけどそうそれでそのままだけどなんか恥ずかしいから周りの人みんなギャーみたいな結構血出てるからただそれよりもなんか最初内身の方が痛いからあんま気にならなくてただボタボタ垂れてて嫌だなと思って。そりゃ嫌です。で後でちょっと水流してちょっとただなんかこう止めてね包帯でも巻いときゃ大丈夫だろうと思ってたんだけど1人目の治療してる時にもうタオルかけてやるでしょタオルが血だらけになっててこれ本当まずいわとか思ってで患者さんを起こしてちょっと病院行ってきますみたいな病院に来た人に近くの知り合いの病院
だって手すごい腫れてるもんね。ちょっとねぼんやりしてるけど、でなんか痛いの嫌だから手の注射って基本痛いのね。でそう痛いの嫌だからこの辺の痛そう。麻酔なしで縫ったの？いやいや麻酔してもらったけど、びっくりした。だから縫いたくないから、これ大丈夫ですよねみたいに言ったら何言ってんですかみたいな縫うに決まってるでしょみたいなそんな血出しといてね。けどね上手な先生で全然手注射痛くなくて、すごいね。よかったね。お客さん取れないですね。そんな話じゃないですよね。じゃあ血になるなんだっけチャイ。まあ血どちらかというと料理。血になるまでにいいスパイスで健康的なって考え方はあるんじゃないですか。なるほど、そうだよね。血流を良くするじゃないけど、こういったのだって修復させていくのも、やっぱこう血液の循環がいい人の方は修復力早い。そうですね。循環とかもいい方がいいし、体が。何その強引なこと言ってんなみたいな。なんとかまとめたね。だからやっぱりこれからも冬だし、そうですね。温め。もうインナーマッスルを温めるっていう部分ではチャイはすごく必要みたいですね。私でももう汗かいてきました。暖かいが。暖かいよね。ね、今日寒いなと思ってて、今日ちょっとね天気も悪いけど、ちょっとねうっすら確かにテカテカしたら今嫌だなと思いながら。あ、なるほど。これだけど発汗作用ありそうな本当に感じです。そうですね。あとこの2杯目だとちょっとやっぱり胡椒の味がする。してきました。さっきは分かんなかったけど。そうなんです。そこが面白いところでね、全然時間で変わってくるんですよね、出てくるのがね。でもなんかその嫌な感じじゃ全然ないですね。別にしょっぱくないけど味が喧嘩しないんですね。やっぱりくるんとした茶葉が一個なんかポイントな気がする。やっぱ紅茶の飲み物なんで、やっぱりミルクティーだけでもチャイって言うんですよ。チャイってスパイスが入るとマサラチャイって言われてるんですけど、チャイでも別に普通のスパイスと紅茶が入ったアッサムティーが入ったのでもチャイ、でミルクだけでもチャイ、もう全部チャイ、総称はチャイなんですけど、で売られてるのも何もスパイス入らないのもあるんですよね。ミルクと茶葉だけ。茶葉だけのもあるんですよ。そういうのも飲むし普通に。だから紅茶やっぱ結局はやっぱ紅茶を飲む飲み物なんですよね。でアッサムの生産なんかもやっぱ90% はアッサム地方から紅茶が来るんですけど、ほとんどインド用なんですよね。ほとんどインド人が、もちろん10億人いますからね。それだけその人数いれば、アッサムティーはねインド人のために。なるほど。イギリスのその植民地時代とかにインドに結構紅茶が伝わって、それがインド式にこうスパイスが入ったり入らなかったり、いろんな形で広がって、それもありますし、もともと中国の茶の木を茶木を持ってったんですよね。インドにイギリス人が。でインドで育つから、もともとインド統治してたから、でそれでアッサムじゃなくてダージリンの方でとか、その前にアッサムね中国のチャイニーズブッシュを植えたりしたけどうまくいかなかったんですよ。だけどダージリンってうまくいったんですよ。でだから中国茶みたいなんですよ、ダージリンティーって実は。香りがやっぱ香りもチャイニーズブッシュなんで、だからこう香りとか結構いろいろなで、アッサムティーって結構シンプル、どっちかというとアッサムティーって味わいが強いけど、ダージリンティーはいろいろな味わいがあるんですよ。中国茶みたいに例えば東方美人があってこういろいろあるじゃないですか。そういう香りとかもいろいろ違うんですよね。そうなんですね。でダージリンティーのセカンドフラッシュなんかはマスカトルフレーバーっていうのがあって、マスカトルもうリンゴみたいな味わいがあって、リンゴみたいな、でもいろいろあるんですよ、香り味わいが。じゃあなんかそれの茶葉のすごいスペシャリストみたいな人もいるんですか？います。
ダージリンにはこうもうなんですよね、茶の農園があってで工場があるんですけど、そこにもちゃんとこうお茶の専門家がいます、ね。香りの専門家ですよね。香り味、そうですね。そうね。伊勢君はさ、茶道を最近習ってるでしょ。その茶道のお茶とこの茶は似てるところがある？茶道ね。知りたいですね、ちょっとね。茶道全然わかんないね。深すぎる？深すぎるというか、濃い茶薄い茶、今日はなんとかのお茶ですとかいろいろ言われるけど、全然わかんない。全部一緒。同じ味。薄いか濃いかぐらい。あと泡立てるのをなんかきめ細かく泡立てようとか。ただやっぱり、この人のお茶うまいなっていうふうに感じたことはあった。多分だけどそれってなんだろう、こう舌触りとか、あとはこのなんか舌触りと香りなのかな。お茶を立てる人の腕前で結構違いそうな気がする。違いそうな気がする。ね。あとはなんかこの間そのお茶の先生とも話してたけど、やっぱ自分が結構響いたのはやっぱ所作が良くなきゃ美味しいの出してて、なんかこうガーってすごく力強くやる人とかいるんだけど、やっぱ正直私はかっこいいと思わない。その先生が、人それぞれ美味しいお茶を出すためにそういうことやってるのかもしれないけど、そうあるのかもしれないけど、やっぱその辺はなんかもう優雅にっていうか優雅だけどなんか美味しくとか。その人優雅な方なんですか？優雅だね。だけどあんま先生がね入れてるの見たことない。なんかもう横で座ってみて「いいせ!」っつって怒るわけ。怒られてる。伊勢君のブレイクダンス講座はいつ？もうちょっとあれこれ治ってから。早く治りますように。はい。じゃあ血流を良くするためにもう一杯。そうですね、入れましょうか。やりましょうか。やりましょうか。もう一回もう一バージョン。